人類は新たな天地を求めて宇宙に進出した時代、それは宇宙世紀と名付けられた。彼らの未来は地球の周りに建設された巨大なスペースコロニーに委ねられたのだ。しかしその第二の故郷は約束された楽園ではなかった。宇宙世紀0057、地球から最も離れたサイド3にスペースノイドの独立と人類の革新を訴える指導者が現れた。その名はジオンズム大君。地球圏の歴史は彼に導かれてさらに前進するかに見えた。だがそれは人類史上にかつてなかった悲惨な戦争へと続く茨の道の始まりに他ならなかった。大君はサイド3、すなわちムンゾに自治政府を樹立し、条件付きの自治権を地球連邦政府に認めさせた。しかし自治権の拡大と完全なる独立を目指す大君の戦いは地球連邦軍による厳しい弾圧に直面することとなった。宇宙世紀0068、その日大君はムンゾ議会で歴史的演説に立った。ムンゾからの地球連邦駐留軍の撤退要求と事実上の独立宣言がそこでは発せられるはずだった。しかし演説の冒頭、大君は倒れた。大君の急死は多くの憶測を生んだ。独立だ！民衆は地球連邦による暗殺を疑い激高した。そして大君陣営内部でも積年の派閥抗争が一気に爆発した。長く大君を支え、その右腕と称されてきたデギン・ザビはこの機会を逃さなかった。彼とその一党は大君の残された家族を囲い込もうとしたライバルラルケを打倒し、事実上ザビ家がムンゾの実権を掌握した。大君の妻アストライアは幽閉された。そしてその子キャスバルとアルテイシアはムンゾ防衛隊のランバラル大尉とクラウレ・ハモンの活躍によりラル家の当主ジンバラルと共にかろうじて地球へ脱出するのだった。僕とお前やお母様やみんなの敵だ。やっつけてやる。幼い二人は広大な未知の世界と過酷な運命に直面することになった。そしてその運命が二人をことに大人たちの暗い争いを知るキャスバルを変貌させていく。後の赤い彗星シャア・アズナブルへと。お嬢ちゃん、この辺の子かい。10歳。ああ、そうは見えないな。しっかりしているよ。助かるね。きっといいお医者さんになれるね。あそこに住んでるの？こりゃ驚いた。それじゃああんたお姫様だ。
難民の数はこれからも増えましょうかね。流れは当分止まりそうにありません。アルジェもマラケシュも砂に埋もれました。北アフリカはもう人の住めるところではありません。気候変動に対する根本的な対策が必要だったのです。今のお子様が例の？そうです。まあ、お見受けしたところ実の親子のようでしょ。正直に言って最初は気乗りしなかったのです。旧知の友人のためとはいえ、何の関わりもないスペースコロニーの清掃に巻き込まれる危険もあるわけだし。でも初めて分かりました。家庭を持つ市民の幸せが。あらまあ、シャワーをなさるんじゃ。いいの。プールで泳ぐ。セーラ様。ヤスバル様、よそ見はいけませんぞ。ここは大切なところです。スペースノイドの歴史的使命に思い至り、人の革新を悲壮化された時、ニュータイプという偉大な概念が生まれたのですぞ。いつの時代でも預言者は孤独でした。大君の思想も当初は容易に人々には聞いておられますか、キャスバル様。ああ。ならよろしい。人類が宇宙へ出て地球を一生命体として見られるようになって初めて進化の時が与えられたのです。不完全なコミュニケーションを超えて互いを理解し合い、のみならず身体的には新たな感覚を獲得したニュータイプがどうしちゃったんだろう。土地のご提供感謝します、ドンペアボ。どういたしまして。高等弁務官のお役に立てて光栄です。ただ治安と衛生の面だけは管理していただけませんと。そして今、ムンゾは新しい国名としてジオンを名乗ろうとしておるのです。よりにもよってジオン大君を謀殺したザビ家の者どもの温度でお父様の死因が毒殺であることは明白です。ある種の毒物を服用させ続けることによって心臓を弱らせ、アルテイシア様、いいところへ来られた。また毒のお話？お兄さん、なんだか。気分が悪い？熱がある。風邪かもしれない。薬を飲んでベッドで休まないと。キャスバル様、ではこの続きは。お兄さんはエドワウよ。それと私はセーラマス。やれやれ。成長するということは刑事でもあるが同時にまた。なんだ。ただいまお見えになりました。おお、来たか。勝手なことをなさっては困る。統制局の役人、嘘をおっしゃい。あれはアナハイム社のチェルシー副社長だ。私の商売敵だった男だ。見間違えるわけがない。とにかく私の部屋でじっくり話し合いましょう。言いなさい。彼らと何を相談していましたか？すまん。サイド3への武装反抗の企てですね。私に断りもなく勝手なことを許しません。そんなものが成功するはずもない。それはやってみなければわからん。アナハイム社は全面的に協力すると言ってくれた。武器も資金も加えて
連邦中枢に働きかけて指示を取り付けてくれるとも。これでも成功しないと言えるだろうか。しかも我々の側には我々の側には我々の側には大君の残されたお子たちがいる。完璧ではないか。これでザビ家打倒はなる。ザビ家の支持基盤なぞ弱いものだ。それに対して大君の意向は今も燦然と輝いておる。あの麗しく成長したキャスバルとアルテイシアを見れば民衆はこぞって我が方につくだろう。エドワウとセーラは私の子だ。大君の子では生き延びられんというから私は二人をマスケの席に入れたのだ。それは一時の方便と百も承知のはず。許されんぞ。あの二人をお前さんだけのものにするのは。それならばこの家を出て外で勝手にそういう企てをするがいい。あなたにそれだけの覚悟があり、あの二人もそれについていくというのなら、私も潔く親権を放棄し、この3年余りのことは全て忘れよう。何でもないことだ。あの子たちが命を懸けた戦いに立とうと決意することに比べれば。それは困る。そんな風に言われては。あんた以外に頼りにできる人はいない。魔が差したんだ。アナハイム社ほどの巨大企業が味方してくれたら勝負に出られるかと。彼らはただ儲け話に乗ろうとしているだけだ。ジオンもザビ家もあなたたちのこともどうでもいい。それがアナハイムという軍産複合企業なんです。さもあろうが、わしは乗せられてみようと思ったのだよ。ザビ家がジオンを名乗るなぞ耐えられん。わしは夢を見たかったんだ。もう一度夢を。それもいかんのだろうか。わしはもう夢を見ることも許されんのか。ドンテアボロ、どうかもう一度わしに夢を。お母さん、今夜は満月です。地球に来てから43回目の満月です。満月から次の満月までの日数が1ヶ月もあると知った時、お母さんはひどいと思いました。でももうすぐ50回、半分。100回の頃には私は今よりもっと大きくなっているから、お母さんはきっとびっくりね。お兄さんはジンバラルさんより背が高くなりました。デアボロさんはまた太りました。まるでどういう具合だね。多分風邪でしょうが、キャンプで患者と接触したとしたらサハラ熱の可能性もあります。とにかく様子を見ましょう。僕、朝までここについています。それはいい。助かるね。何かあったらすぐに呼んでください。犬が急に泣き止んだ。どうしたんだ？アルテイシャ、起きろ。アルテイシャ、逃げるんだ。なんだ？
つ。ここもダメだ。やっぱり上に。工事中。ひどいな、これは。まるで市街戦の後だ。物取りはやらんな。普通ここまで。怨恨ですかね。それとも何かの見せしめ。今井、ダメだ。一般人は入れるなと言っただろう。ヤシマカンパニー CEO 中ヤシマ。いやー、よく来てくれた。こんな格好ですまない。ご災難でしたな、ドン・テアボロ。ザビ家の手先です。ジンバラル氏とアナハイム社が接触したために襲われました。ずっと監視されていたのです。なのについ気を緩めてしまった。3年以上も何事もなかったものだから。2人は無事でした。でももうダメです。私にはあの2人を守ってやる力はありません。ドン・テアボロ、ルームにお住まいになりませんか？ルーム？サイド 5？ あのコロニーの一機を私は持っています。テキサスコロニーというのです。かつてのバブル期にテーマパークとして建設されましたが、そのまま放置されていたのを買い取ったのです。ご心配なく、工事は続行させました。不便かもしれませんが、使用に耐えます。そのテキサスコロニーになぜ？ザビ家に標準の意を表すのです。標準？サイド3、ムンゾに一番近いルームなら監視されやすい。そこにいる者が犯行などするはずがない。そう思わせるのです。欺くわけではないのですよ、ザビ家を。事実、あなたはそうお考えのはずだ。おお、その通りだ。ありがとう。そうさせてもらうよ。弱い私にはそんな君の気持ちが一番。ありがとう。いいお嬢さんだ。君の娘さんだね。ああ、いかん。紹介が遅れた。娘の未来です。飛び級でカレッジに進みます。こう見えても宇宙飛行士になりたいなんて言うんですよ。しっかりしたいい娘さんだ。未来さんか。未来は日本語だね。英語では確かフューチャー。いい名前だ。あなたたちに良い未来があるといいね。下がって下がって、もっと下がれ。あれだ、銃を入れたのは。外へ。
どうしたね。今あそこに女の子と男の子が見えたけど、それがお話の。ああ、そうだろう。かわいそう。ギレン部長、議長のお呼びです。お出ましになるようです。キシリア、ジンバラルをやったな。はい、いけませんでしたか。だが、二人の方はしくじった。出先に任せきるからそうなる。違うか。親衛隊は今までの私兵とは違う。その長になったからには、責任を持って部下を統率しろ。国民運動部長としてのお話ですね。わかりました。ドズルがいないようだが。急用です。それも重要な。ガルマ、わしの車に乗れ。はい。And I will take away the pain inside you. Then on me until the dawn. Even in darkness, you are the only one lives in my heart. Don't give up hope. There's a better tomorrow. I go through whatever it takes to protect you. Tonight I'll be alive. So right to always that way. I'll be by our side day and night like I've always been. Here we are, holding each other. わけのわからん歌はやめろ。カラオケだ。姉ちゃん、マイク貸せっての。クランプ、後片付けはご心配なく。すまんな。では少し暴れさせてもらうぞ。植民地人なんかに負けるな。負けるな。待て。まだ帰るには早かろう。俺マイク歌え。聞いてやる。いやもう歌え。さあ歌え。歌うんだ。もうそのぐらいでいいだろう。ラル
ル家の棟梁が連邦の雑魚を相手に白兵戦か。ラル家だとそんなものはもうないって、あんたらに首に殺された。そうだったな。気の毒なことをした。何？頼みがあってきた。聞いてくれんか。俺の顔を立てて。頼み？どこへ行くんだ？ドッキングベイ。月旅行へでも付き合えと。そんなに遠くじゃない。つい隣まで。実験はすぐ始められるか。はっ、お待ちしておりました。アイ殿、やはりラルタイでありましたが、お久しぶりであります。ガイア軍曹、貴様将校になったのか。はい。早い昇進だな。何か手柄を立てたんだな。これからするのです、アイ殿。大いに。実験開始60秒前。各員配置につけ。スタンバイ OK。オルテガ順位スタンバイ OK。 オルテガ？奴が順位？マッシュもいますよ。皆同じ任務です。どういうことだ？あの兵隊ヤクザどもが。こちらオルテガ5丁5体オルテガ順位。スタンバイいつでも OK。 早いとこ行く。大津の大佐の上だ。気を引き締めろ。なんだこれは。モビルワーカー01。これで連邦を叩き潰す。モビルワーカー。各種センサー異常なし。距離600でスタートします。ターゲットをスタンバイ。あのガンタンクは裏ルートから入手した連邦の MBT。 実験スタート。速度30、通常歩行。走行状態加速中。距離450。ターゲット射撃開始。双方前進異常なし。作戦良好。今度は予想範囲内。オルテガシールドをしっかり警備しろ。ちょうどいいもんだぜ。ドンと来やがれ。おっ発射。どうしたね、セーラ。男の子が大きなおもちゃに逃げられそうになって。そうか。
よっぽど欲しかったおもちゃなんだろう。荷物ルームに送りました。よろしくね。ルシファー、また宇宙へ行くのよ。これがお母さんのところへ帰るのだったらどんなに嬉しいだろう。そうですか。ローゼルシア様は亡くなられていたのですね。知らなかったのですか？ええ、私には何も知らされないんです。あの子たちが今どうしているかも。そんなことも。アルテイシアはここを出るとき毎日手紙を書くと言っていたから、きっと。お二人は元気です。地球でテアボロマスという方の養子になって、それで。いいのよ、クラウレ。今のお話で十分。ねえ、お店はエデンはどう？ええ、変わりないわ。いろいろな人が来て、たまには喧嘩があったり。そう、懐かしい。まるでもう何十年も前のことみたい。あの頃はまだみんな若くて、明日のことなんか考えもせずに生きてた。そこへ疲れたあの人が来た。ただ優しくしてあげたかっただけ。傷ついたあの人に、それがどんなことかも知らず。でも後悔はしていないわ。ただ何か一つでも望みが叶えられるのだったら、一晩だけでいいから、あの子たちと。そろそろ面会は。あとお薬の。アストライアは今眠っています。静かにしておいてあげてください。そのくらいのことはしてあげられるでしょう。あなたたちにも。衝撃係数 1.2 メガ、瞬間加速度80万ガル、テストユニット02、左腕第一関節異常発生。計測不能、テストユニット02、頭部損傷。大尉の勝ちだ。さすがだな。二人を出せ。止めるな。頭なんかなくても。ファイター、この軍はどうかしてるぞ。マッシュは俺を殺そうとした。大尉こそ。二人とも降りろ。喧嘩の続きはその後だ。ともかくこんなコックピットじゃ命がいくつあっても足りんぞ。あとマニピュレーターは大幅に回収すべきだ。腕回りが不自由でたまらん。すべて貴重な意見だ。次の試作機に反映させてもらう。大尉殿、どうしたんですか？また喧嘩ですか？うるさい。今日もアルバイトか。ご苦労なこった。違いますって。僕はボランティア。ほら危ない。肩を。いらん。いや、僕は空いているか。
そんなこと何もあなたが。軽蔑しろ。俺はザビ家の雇われ犬になった。ドズル様の御用なのでしょ。あの方はギレンやキシリアとは違います。今日アストライア様に会いました。ドズル様のお計らいでしょう。あなたのことがあったから。どんな様子だった？このお店のことを聞きました。それから昔のことを少し話して、あとは不憫すぎます。あの人死んでしまいます。キャスバルとアルテイシアはルームに来るのだったな。はい。ルームか。お待ちしていました。テキサスビレッジチーフマネージャーのロジェ・アズナブルです。こちらは妻のミシェル。もともとはホテルとして作られました。テキサスというよりもっと北のワイオミングのようなイメージですが、どうです？気に入っていただけましたか？もちろん。さあルシパ、新しいお家よ。来ちゃったのね。あ、またお馬さん、お兄さんを追いかけて。早く早く走って。すごい、お兄さんもうあんなに。違う、兄さんじゃない。勇ましいカーボーイだね。名前はもしかしてセイラ・マス？僕はシャア・アズナブル。君たちの来ることは聞いていたよ。シャア・アズナブル？父に会ったろ？言ってなかった？君のお兄さんと同じ年の息子がいるって。エドワお兄さんにそっくり。違うのは瞳の色くらい。兄さんは青いけど、この人は。君、手綱の持ち方が違うよ。もっと肩の力を抜いて、ゆるく。そうそう。早く走らせようとしないで、お尻を浮かせて。うまいうまい、その調子。それがトロット。足で横腹を叩くともっと速くなるよ。そう、それがキャンター。君は筋がいい。きっといいカーボーイになれるよ。ほら、ごらん。あれがセンタービレッジ。学校や教会がある。それから僕の家も。そこに住んでいるの？いや、僕は中央コロニーのハイスクールに入ったから。兄さんよ。エドワウ・マス。シャア・アズナブルだ。お母さん、今日はたくさん書くことがあります。いろいろ新しいことが始まっています。今ルシファが変な息をしました。ルシファの年を取りました。
このテキサスコロニーはムンゾと違って夜でも星や月の光が差し込んで明るいんです。窓からは湖がよく見えます。あと遠くにある村も、アズナブルさんたちはそこに住んでいます。アズナブルさんの息子さんに会いました。シャーさんと言います。シャーさんは兄さんと同い年で信じられないくらいそっくりなんです。あんまり似ているから2人が会った時どうなるかと思いました。でも大丈夫でした。2人はいいお友達になれそうです。シャーさんに馬の乗り方を教えてもらいました。もうキャンターまでマスターしたのよ。今度はギャロップに。あ、兄さん、どうしたの兄さん。アルテイシア、母さんが死んだ。悲しいお知らせです。でもお知らせしなければなりません。気を強く持ってください。お母様のアストライア様が昨夜亡くなられました。また言っていますね。不憫なことです。せめてアストライアという名前だけでも刻んでやりたいが、誰に見られるかもしれず。分かっています。秘密はお守りします。息子のシャアも何も知りません。神のご加護を祈るだけです。あれたちとあなた方心優しき人たちのために。校長との話はすぐ済むだろうから、お前たちはアズナブルさんのお店で待っていなさい。お子様たちはとても優秀でいらっしゃいます。ことにエドワウ君はどうでしょう、すぐにも上の学校へ進まれては。はっきり言ってください。エドワウに何か？はあ、エドワウ君の教育は私どもには。あれが悪いことでも？とんでもありません。悪いどころか何人かいた問題生たちがすっかりおとなしくなりました。彼のおかげで。ただ怖いのです。恐ろしいのです。彼が長年多くの青少年を見てきましたが、エドワー君のような子は知りません。明晰な頭脳、鋭い感性、類いまれな素質を持った子です。しかし冷たいのです。あの子はまるで抜き身のナイフのようです。大いなる最悪をもたらすことがなければいいのですが。もう結構だ。おや、もうお済みですか？あの校長はクビだ。ビールとホットドッグをくれ。いくらなんでもひどい。ああまで言われる筋合いはない。アズナブルさん、ものは相談だが、
シャー君とあれは気が合うようだ。どうだろう、彼と同じ学校にやるというのは。悪くない考えだとは思いますが、実はシャアは学校を中退してムンゾの士官学校を受験したんです。ジオンの士官学校？お兄さん、どこへ行くの？なんだい、坊や。いつまで付きまとう気だ。坊や、これはどういう冗談？こいつはひでえ。どんどん悪ガキだ。エドワー君、やめなさい。恐ろしいのです、カレンが。なんだおい、喧嘩だ。アトラクション？いや、本物だ。あれはお屋敷の子じゃないの？こっちが手を出さないと思っていい気になるな。貴様。そんなことして何になるの？お母さんが喜ぶとでも思うの？嫌いだ、そんなお兄さんなんか。ごめんよ、アルテイシア。もうしないよ。どうしたのルシファー？最近元気ないわね。明日村の動物病院へ行こうね。注射は痛くないから。やったー、合格だよ。士官学校に合格したんだ。すごいでしょ。てっきりダメだと思いました。だってすごい倍率なんですもの。やっぱり今熱いのはジオンですよ。ジオンズム大君の思想にようやく時代が追いついてきたんですな。エドワーもそう思うだろう？ああ。コロニー社会は今や一方的に収奪されている。ギレンザビの言う通りです。スペースノイドの富は奪われ、その富を使って地球人は地球を荒廃に導いてゆく。しゃあ、そんな話ばかり。せっかくお祝いしていただいているのに。ああ、すみません。僕今少し興奮してました。まあそうは言っても戦争になるわけじゃなし。確かに今はそうです。でも10年後、いや5年後はどうでしょう。わかりませんよ。シャア、お前はそんなつもりで軍人になるのか？なら父さんは許さんぞ。戦争なんてとんでもない。まあまあ。嫌な話ばっかり。シャアさんってあんな人だったかしら。ルシファー、ごめんね、置いてっちゃって。ご飯食べた？ルシファー？ルシファー、お前、お母さんが一人じゃ寂しいから言ってあげたのよね。私たちの分もお母さんを元気づけてあげて。
アルテイシア。しばらく会えなくなる。ヘアボロさんと話し合って決めた。僕はルームの学校へ行く。ルーム？シャアさんの言っていた学校？でもあの人はジオンへ行って軍人になるのよ。関係ない。僕は僕だ。さようなら、アルテイシア。どうしてみんな行っちゃうの？どうしていなくなっちゃうのよ。お母さんが死んでルシファも死んじゃったのに、お兄さんまで。待って、行かないで兄さん。ヤスマル兄さん。空の裂け目を広がる道に記憶を覆う影が伸びている。ただ行く先を知るためだけに帰れる場所はもうなくてもいい。定めに抗うその手は流す血を止められないもの。風を悲しみも守れというのなら、風を苦しくても僕は傷口にI am赤をまとう。何も持たない自由は強い。信じすぎれば夢も邪魔になる。間違いのない心などない。孤独は不意に愛のふりもする。自分が誰なのか最後に分かるまで救いはいらない。風を憎しみも力になるのなら、風を苦しいほど